うん、はい、それでは今日はね物価高というか意外と農業大変なことになってて、今日は4月の半ばですね。まず物価高もそうなんだけど、昨今のイランの影響でかなりビニールとかがポリパイプハウスとかにかけるあれがかなり不足しているというか、もう受注停止がかなりあって、安い被覆ね、パイプハウスの被覆のポリとかビニールとかがもう全然入ってこないっていうことで、ちょっと大変なことになってます。なんだ農協とか資材屋さんに頼んでも、受けてもらえる品種と受けてもらえない材、例えばね三菱はまだ受けて、ダイヤスターとかはまだ受けてくれてるのかな、多少は。でも納期は未定で、他のやつもどんどんそういう風になってきてるので、パイプハウスのかけるものが全部なくなってきてます。もっと早くいろいろ農協とかからは情報が来てたんですけど、幸い僕のところはあれガラスハウスなんで、そんなには必要ないんだけど、それでもやっぱりビニールとかは冬に向かって使っていくので、ないとやっぱりメロンが栽培できなくなったりとかしますね。あとはあれだね、それがなくなって怖いのは台風。今まだ4月だから台風の影響はそんなにないんだけど、千葉県は数年前、もう7年ぐらい経つのかな、7年前ぐらいにすごいでかいというか強烈な台風があって、風速が50メートル超えたりして、ここらもかなり被害に遭って、内房って言われるところで、東京湾のこう南から北に登っていった台風15号があって、それでパイプハウスなんかみんな結構コテンパンにやられて、ガラスハウスも仲間のところガラスが全部飛んだりとか、ひどいことになってた台風が7年前ぐらいにあったんですけど、そんな感じで今の被覆の道具がないポリとかビニールがなくなると、もしそういう状態で台風が来たらもう農業やっていけない人がかなり出てくるんじゃないかなと思って、僕らもこの百姓っていう会社でその台風15号の時は2年ぐらいかけて百数十件パイプハウスの建て直し、パイプハウス鉄骨ハウスの建て直し2年ぐらいかけてやったんですけど、その時はまあ最初は材料が鉄骨だとかビニールだとかが足らなかったんだけど、それはどんどんだんだん潤ってくんだよね。だんだん潤ってくんだけど、建てる人が今度全然いなくて、九州だとか栃木とかいろんなところの職人が千葉に寄ってくれて、どんどん建て直していったって経緯があるんで、その時のことを考えると、今の状態でフィルムがなくなると、もうとりあえず骨はできたとしてもかけるもんがないってなるとやばい。だから9月までになんとかこれが収まってくれるといいんだけど、今はちょっと先は見通せないですね。それでね、新規収納が今すごく大変で、ただでさえ農業を始める、特に施設園芸なんか始める、まあ施設園芸もそうだし機械もそうだな、始めるっていうのにすごくお金がかかって始めて、下手したら借金して始めたりするんだけど、今フィルムだとか鉄骨だとかも含めて、フィルムはもう無条件で3割から4割は上がってる。3割から4割上がってんのに、上がってて欲しいって言って3割4割高で買えればいいんだよ。ただいくらお金を出しても物がなければ買えないかったりすると、
もうやばいね。冬に向かってなんか相当やばいから。でもだからといって買っとくっていうわけにもいかないし、フィルムってこう折りたたまれてこう納品された時に早めにこうかけてあげないと折り目がこう綺麗な折り目になっちゃって、そこからこうそこが弱くなって裂けたりとかするから、あんまり保存もしときたくないんだよ。規格にこうやってさ切ってもらって折りたたんだら納品されたらもう早めに貼ってあげないとダメだから。来年の分を買っとくっていうわけにもいかない。買っといたとしてもその間にその折り目がどんどんしっかりしてっちゃって、でそこから避けたりするから結構ある。買い立てできないです。であとはだから機械買うにしてもトラクターもこの間トラクターの動画上げて、それがやっぱり数年前は500数十万で買えたやつがこの間750万、23年で200万上がっちゃってるから、23年もうちょっとか45年、でも34年だね。それで2割3割上がってっちゃって、でこのフィルムの上げは去年まではそうでもなかった。このイランが始まってもうすぐ3割、少なくとも3割上げで、さっきの台風の話に戻るとすると、台風が行ってから被害があってからだいたい7年ぐらい経つんだよね。あれ確か令和2年だったような気がする。で今令和8年だから7年でしょ。もちろん張り替えてその後1年か2年でハウス建ててるから、張り替えてる人は張り替えてる。だいたい5年ぐらいで張り替えてる人があるんだけど、ダイヤスターのとかあれだと6年7年持ったりするから、今なかなか農家も大変だからさ、5年おきに張り替えるとかもさできなかったりするから、6年7年張ってあるハウスまだいっぱいあるから、周り中僕らが直したハウスもまだ張ってある。それが6年7年でしょ。フィルムがちょうど寿命でしょ。でそれで今年台風なんか来たらまず切れるね。耐えられないと思う。もう硬化しちゃって硬くなっていくから。そうなった時に今のままのフィルムの状態だと多分注文入れても物がなければ買えないから、その後の農業ができなくなっちゃうね。そういうのがさすごく心配でさ、それであとは新規収納の話に戻るとさ、もう材料がないからハウスが作れない。メーカーとこの間いろんな資材メーカーとか農協とかと話しても、新規でハウスを建てるってなった時に鉄骨とかまで用意ができる、作る人も用意ができてもフィルムがいつ入るか分かんないと新築で受けることもできない。そりゃそうだよな。最終的に納品できないから。だからそんなことにもなってて、本当に結構ね大変な状態なんだよ。他で言えばやっぱり窒素リン酸カリとかさ、化成肥料なんかはさ、それこそ村上軍は計算系の肥料のメーカーだから、国産だからねそんなにはあれだろうけどさ、ちなみに取ってくれてるのは肥料メーカーの村上君に取ってもらってるんですけど、その窒素リン酸カリのオール15とかああいう肥料ってさ、あそこホルムズ海峡とか通ってきてるらしいの。だからそれも結構滞ってるみたいで値段が上がってて、今のこの春はどうにかあれなんだけど、秋抑制策のやつとかがまだ、ただ農協はねそこまでは手当てしてあると言ってた。今年はいつもだと春にはもう抑制策、秋から冬前に向かって取っていくトマトなりメロンなりの注文票が来るんだけど、今年はもう全然来なくて、昨日一昨日ぐらいにやっと来たんだけど、そこまでは高くなってないから、多分そこまでは全農なりなんなり農協チームが手当てはしてあるんだと思うんだよ。
来年はどうなるか分かんないけど、だから肥料も高くなってるでしょ、ホイールも高くなるでしょまだで機械も高い。こう相当収納の難易度が上がりすぎちゃって、これからの農業が少し心配、少しというか結構心配で、ただねずっとこのままじゃないとは思うから、いずれはどうにかなってくれるんだろうけど、ただ今だと心配。やっぱり農業ってさ続けていかなければいけないからさ、一回止まるとさなかなか次走り出すの大変なのよ。だからみんなその毎年毎年同じような感じというか、去年よりは良くしようと思いながらずっと続けていくんだよね。それが続けていけなくなるとさ、ある程度の年代にもしなってたとしたら、僕まだ50代だからあれだけど、60まあ70の人が今主体でやってる人が結構多かったりするから、70の人なんか一回そういう何かのきっかけ、フィルムとかそういうのでもハウスのが貼れなければ中身作れないから、そういうきっかけで一回止まってしまうともう走り出せなくなっちゃった。まあそんな話も聞くんだよ。だからといってどうしたらいいって言ったらどうにもできないんだよね。今考えてみるとやっぱりいろんな周りのフィルム資材屋さんだとかが関係しながら僕たちは農業ができてるんだなっていうことが実感されるね。でそうだ、そこまでは栽培中のことで、あとは今度出荷段階になると箱も上がってる。箱はもともと上げ調子だった。箱っていうか段ボールとかそういうの。それ以外にもっとやばいのはパックとか、あれもプラスチック関係でしょ。だからパックとかもかなり値が上がってるのもそうなんだけど、どんどん今んちに一生懸命みんな手当てしてて、農協はそれこそ抑制策の出荷物のパックとかまではだいたい手当てしてるみたいっていうか、注文表にある程度の価格でちゃんとにいくらですよっつって注文表回ってきたから、抑制策までは。だからそこまでは手当てができてるんだろうけど、そっから先はね来年の春からこのまんまだと心配だっけ。でなんでこの動画撮ったかっていうと、どうしようもないっちゃどうしようもねえんだよな、僕たちに。僕らがその油をどうにかできるわけじゃないしさ。ただやっぱり今のままでいくとなかなかすごく心配で、先にどんどん手当てしちゃってればいいのかもしんないけど、手当てしたとしても消耗するものはどんどん消耗していくからで今資材の話ばっかりだけども、3月あれが始まる前からちょっと上げ調子で、イランが始まる前から上げ調子で、もうイランが始まってニュースが出て1週間経たない間に重油とか100円いくかいかないかだった重油がもう次の週に130円になったからね。いきなり3割上がったから。だから今幸いこう春になってきてそんなに暖房しなくてもよくなったけどさ、暖房機だと思うと値段が出せない。例えばね、農協はね今ねうちの農協の方はいくらとは言えないけどだいたい120円ぐらいで重油買えるんだけど、それでも120円だからな。それ前までは100円とかだったのに2割高。大きいですよ。大きいよ。暖房するだけで。かといってさ暖房しないとさ育たないからね。寒くてさ育てないから。今はいいんだよ、暖かくなってきたから。それで僕も油だけ一本頼りだといねえなと思ってヒートポンプのエアコンとか入れてあるから、もう今ほぼ油は燃えないんだけど、ただ蒸気消毒やるから、蒸気消毒はあれはボイラーで蒸気炊いてあげないといけないから、それはもう定期的に買わなければいけないんだけど、まあでもそれも上がってるしな。
かといってさ農産物がさその分上がるかっつって上がんねえからね。きついですよね。上げてくるそうだね。もう残るものがどんどん減っていくってことだよね。こんだけ稼いだとしてで資材費がこう、半分だとしたら2割上がったと思ったらこんだけになっちゃって今まで残ってたもんがだいぶ残るのが少なくなっていくからつらい。でも、辛いですよね。ただ農業には限んねえけどな、いろんな産業そうなんだろうけど、そうなったらやっぱり昔僕が収納する時に勤めてた方がいいぞとかってはやっぱり親にも言われたし周りの人にも言われたりする。今あれだもんね、給料は上げ調子だからね。みたいですね。給料はね、表はなんでこの間の春闘でも過去最大の上げ幅とかになってんじゃん、給料はね。でもさそれもさ上がったとしてもさいろんなものが高くなってるからさ上がった分相殺されちゃうよね、使う時に。そうなんですよ。なかなか辛いよな。辛いですね。なんか辛いことばっかり考えてって本当に辛くなってくるな。なんかいいことねえかな。ただそうだね、農業なんかもやっぱりどんどん仲間が減ってっちゃうとさ、やっぱり土地の勝負だから土地が荒れてっちゃうと環境がどんどん悪くなってきて虫とかも多くなってきて病気も多くなってくるから、やっぱりある程度のところで農地を維持しながらそれなりの人数で農業をやっていかないとどんどん産地が廃れてっちゃうね。特に生産地が千葉って東京に近いと言いながらもそんなになんつうの、農地がみんなが農業やってるかっつったらやってないからね。かなり放棄地も増えてきてるから、これをきっかけにそういうのがどんどん拍車がかかってどんどん農業から離れる人が増えていっちゃうっていうのが心配だな。今は新規収納には向いている時期ですか？話聞いてた？いや全然向いてない時期だと思うよ。じゃあコスト的に。これからもですか？それがわからない。ただ今の環境今の方がいいってかもしれないじゃないですか、未来から見たら。ああそうね、よりもっとひどくなるかもしれないってことね。そうだから今やるべきな、今始めたい人がそういうことか。そうもっとそこが深いかもしれないっていうイメージだね。こうやってどんどん環境が悪くなる、さらにもっと悪くなるっていう。かもしれないですか。そうだな。でもやりたいんだっていう気そうだ持ちの人にはな。ホルムズ海峡が開いたからといっても他の何かの拍子にもよりもっとね大変になっていく場合もあるからね。ただでもさこう沈んでってさギュッて2割3割いろいろ高くなって大変だってなったわけじゃん。さらにこういくか、ないとはないな、言えねえな。ゼロではないですね。そうなると僕が今やれるようになって普通に農業をやってる人だってちょっと大変なのよ。これを一から始めましょうって言ったらより大変なわけじゃん。それを今からやるのはちょっと辛いな。農家の指定とかだったり、例えばあるものを継ぐとかそれはありじゃん。あるから少ないなりにも多かったり少ないなりにもあってそれを発展させていくっつうんだったらいいけど、ゼロからハウスを作って、ハウスに限らない何か田んぼやるにしても設備を整えてやろうって言ったらお金の面で相当大変。でもあれかもしれないね。だとするとワンチャンこう大変だからやめちゃって空きハウスとかが出たりしてそこを引き継いでいくとかっていうのはありかもしれない。後継ぎいないもんだよね。そうだからそういうところでやっていくのがいいのかもしれないね。確かにさお国とか行政とかがさ補助金とかつけてくれたりとかさ、あとは資金繰りをとかって言ってさいろいろ助けてくれるところはあるんだけど、それでもちょっと追いつかなくなってるんだと思うんだよな。で無利子で借りたとしたって返さなきゃいけないお金だから、結
借金ですか？そうだから今ちょっと大変な時期だね。でもそこがもっと大変になるかもしれないからね、難しいことだな。ただ悪い商売じゃないのよ、農業って。本当に面白いしさ、ずっとそこに入れるし、自分の時間、ずっと見守れるというか、だから作るのが好きな人とかはいいと思うんだよな。こだわりがある方とかですか？こだわりには限らないと思うけど、より良くしていく。例えば今のあれで言うと、僕なんか結構ゲーマーで、シミュレーションゲームとか好きだったから、リアルなシミュレーションゲームみたいにプレイできるとすげえ面白くなっていく。で良くなるには良くなる理由があるし、悪くなるには悪くなる理由があるから、その原因を突き止めて改善していったりとか、より良くしていったりとかすると本当に良くなっていったりするから、それのためにオタクの資材、計算資材、シェルカンネオ、ねえ、シェルカンネオっていう、その宣伝のために撮ったわけじゃないんだけどさ、シェルカンネオって計算系の資材だよね。国産のね、怪奇化石、モンモリナイトだよな。モンモリナイト、ミネラルと計算だよな。で計算は徒長防止とか細胞壁を強くするとか結構いい効果があってね。であまり濃すぎるっていうことは体験したことないけど、そんなにまで入れすぎみたいなことってあんまり聞かないしね、ある程度しっかり入れてもね、でそれでいてちゃんとにしっかりしていくんだよね。あれがとか徒長が本当しづらくこうやってね、がっしりとね、ボディがしっかりできるみたいな感じでね、になる。そうだからせっかく来てくれて趣味がカメラだっていうので撮ってもらいながらこんな話を始めたんですけど、でもね、話戻すとやっぱりそういうことなんだよ。ただ辛いことばっかりは言ってられないから、あとね、人に食べてもらったりとかして評価されるのがすごく面白い。それが面白いって感じるようになるともうやめられないね、農業は。であれだよ、だからそうなんだよな、心配事がたくさんいっぱいあるんだけどさ、それでもやっぱりやる価値はあると思うんだけど、やっぱり無理にね無理に借金してたくさん抱えてからスタートとかはあまりおすすめできないな。小さく始めた方がいいですかね。やれるだけで始めるんだけど、ただそれでは食っていけないかったりはするじゃん。だからそこらが難しいところで、やってみても、途中でやっぱり向いてないと挫折するそれがちょっと難しいじゃん。抱えちゃって借金しちゃったりしたらどこから始めたらいいと思いますか？例えば、お庭がある方だったら、家庭菜園から始めてみてとか、もしくは思い切って誰かから借りてとか。例えば今しっかりとどっかに勤めたりしてさ、生活が基盤がしっかりしてるんであれば、それこそベランダ菜園でもこれこそほらブドウとかやってんだけど、ちょっとの場所があればブドウ一株作ったっていいし、1年楽しめる。1年というか春から冬も剪定があるから1年楽しめるよ、ブドウは。で春はちょっと大きなポットとかでメロンとかスイカとかトマトとか育ててみるとかで、それをなりわいにしたいっていうふうに思ったら、どんどんというかいろいろ少しずつ増やしながら、あとは自分が苦しくならないような計画をちゃんとしっかり立てて始めていくのがいいと思うんだよな。いいと思うんだけど、そうね、ちょっとなかなか時期的に本当に辛い時期ですね。これがもしさ改善したらさ、また改善する時もあると思うんだよな。短期で言うとホルムズ海峡とかが普通に通れるようになれば
とりあえず油代とかは改善していくわけじゃん。改善というか安い方向に行くわけじゃん。そう願いたいです。だからまあそんなに今の情勢をさあれしてるとまあでもね楽観視はできないけどねだからまあいつになるかはまあすぐには分からないけど今度物価がとか油代とかが落ち着いてきた時にそんな遠くないと思うんだけどまた村上くんと一緒にお話ししましょう。良くなってきたねっつってビニールも出てきたよとか、そうですね。じゃあぜひ最後にそうだな、いや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 もうあんだね一生懸命いろいろできたもんをたくさん食べてほしいですね。そうすれば少なからず僕たちの足しになるからさ、メロンに限らないよ農産物いろいろいっぱい食べてほしいですね。いや農業がいいのはさ食べちゃえばなくなるしで消費されなくても傷んでっちゃうからなんていうの在庫がどんどん積み上がっていくってことはなかなかないから、まあそうだねだからどんどん食べてってもらえると嬉しいね。そうですよね。それしかないな。カットしてもいいんですけど、ここに来たら見学はありなんですか？ここに来たら全部見せますよ。見せるんだけど突然はやめてほしいね。ちゃんとねまあコメントなりそれこそうちの概要欄に LINE 貼っとくから LINE でメロン見たいって言えばちゃんとに案内して見せますよ。今の時期なんかまだブドウは食えないけどいろいろあるからちょっと面白かったっぺ初めて見たら。面白かったです。温室メロンがさ、種植えた状態からさもうもげるところまで全部あるから、もしかしたらびっくりするかもしれないですね。外の気温とハウスの中の気温差がそりゃそうだな。ね、もうご存知ない方もね、いらっしゃるかもしれないです。知ってる方ももちろんね、多くいると思うんですけど。いやでも結構ね来てくれる人はいる。そうですね。来てくれそれこそ YouTube 見たから来てくれたっていう人もいるし外国からも来るし、さっきそれこそ中国からLINE が来ててこれはどうですかみたいな質問が来てて、そうですか。でも日本語に訳して送ってくれるから。それこそ一昨日はマレーシアのリャンさんが連絡くれて半隔離のシートで隔離ベッド作るんだけど材料はどうしたらいいですかみたいな。そういう質問もあったわけですね。来てくれるよ。この YouTube やりだしてさいろんな今まで知らなかった人たちと触れ合うことができて非常に面白い。そうですね、醍醐味ですよね。醍醐味だしあとはだからこそ大きな失敗をせずに一年中ちゃんとにというかしっかりしたメロンができるようにしなきゃなっていうふうには考える。ただ状況は大変だね。特にお金の面で。そうまあでも倒産とかそういうことはないからさ。実は僕ほぼ借金持ってないからだからいけんのよ。あるのは大変。例えば違いますね、精神的にも。精神的にも違うし違うでもね高すぎだよ油にしろ。でまだ買えるさっきも言ってるけどさ上がったからっつって買えるんならいいけど油にしたっていくらに上がりましたっつってもさまだ買えるからいいけどさ油ないから無理ですって言われたらさもうどうしようもないじゃん。そうですね。何もできないし蒸気消毒もできなくなっちゃうしそれは怖いね。だからやっぱりいろんなそういう情勢の中で農業もやってるってことだね。お米だってそうだよ。だってトラクター動かす経由がなくなればさできないし全部手植えでやるわけにいかないからさ。非生産的ですもんね。そうなるとまた米不足だよ。ただ今年は今のところはお米は下がる予定らしいんだけどね。そうですか。
2万円になるかならないかぐらいまでは考えてる、2万円に行きゃなんとかなるけどな、1万5,000円はきついな。3万円で売れてたお米が1万5,000円になるの半分だからね。売り上げそれだけで半分だからね。それはきつい。2万ぐらいに収まってくれれば。ね、なかなか明るい話はできなかったんですけど、まあそれでもね、メロン農家にしろ、うちの仲間100姓の50人近くの仲間がいるけど、みんな辞めるとも言わずに一生懸命前向きにやってるんで、農家はねそう簡単に折れないからね。土地使っていくから、土地をちゃんとに遊ばせるわけにはいかないからさ、まだ前向きでやってるんで、はい。もしいろんな日本中でうちの方はこうですとか、この間例えばトラクターの動画やったらさ、動画にさ、うちの方の久保田はもう注文受けてくれないとか、いろんな情報をコメントしてくれたりして、資材の面に関してもいろんな日本中のいろんな産地の状況をコメントくれたら嬉しいですね。それにまたコメント返しで動画とか作ったりするので、またちょっと愚痴みたいな動画になってしまいましたが、まあ、前向きにやっていきますんで、今後とも森田YouTube よろしくお願いします。よろしかったらグッドボタンをください。チャンネル登録をいただけるともっと嬉しいです。それではまた。